今回の動画ではサイドストーリー、ガチュウジンと同時期に実装されるオペレーター。今日はなんだか気分がいいわ。戦場白骨の図でも書いてあげましょうか。実施オペレーター C の紹介及び概説を行っていきます。あら？ドクター？また契約書？はいはい。サインしてあげるからこれ以上私を煩わせないこと。これでいいでしょ。先に言っておくけど、この C が描いた絵はあげられないわよ。誰にもあげないの。リクエストも受けないから。C はニエンの妹となる人物で、今回のサイドストーリー終了後、ロドスへと加わることとなりました。性格は高慢で傍若無人。自身のテリトリーとなる場所からはほとんど表に出てこないという。悪く言ってしまえば引きこもりをしており、自分勝手かつトラブルメーカーではあるものの、比較的フレンドリーな対応ができるニエンに対して、C は自身が気に入った人物以外とは一切話すらもしないという、まさにニエンとは正反対な性格となっています。当然表に出てこない以上は C が姿を現すことはほとんどありませんし、C 自身からは働きたくないという言葉すら出ています。ただ、その代わりとは言ってはなんですが、C は独特な術を用いて完全自給自足をしているため、ロドスの資材を一切消費することはありません。ロドスが実質的に C に提供しているのは、ロドスの廊下の隅っこの壁のみです。部屋すらも提供していません。では、C はそんなところで何をしているのかというと、戦術した独特な術を用いて自身の空間と食料を生成しています。C の術はニエンの武具と同じく、現状のテラの世界では説明できないものであり、C は何もない場所に空間を生み出すことができます。そのため、ロドスの壁に描かれている扉を開くとその先には、ロドス内部に存在し得ることができない風景である。一面広がる林とその中に佇む東屋や、断崖絶壁が連なる鉱山が広がっており、そこで C が空を見上げて雲を見ている姿を確認することができるとのこと。端的に言うとドラえもんのどこでもドアで家から中国の競輪をつないだような情景が扉の先には広がっているというわけです。これが C が引きこもっている理由の一つであり、C は部屋に引きこもっていながら様々な風景の中を出歩くことができます。そしてもう一つ C が外に出ない理由は C の独自の価値観が影響しているものと思われます。C のセリフの中には C 自身が描いた世界に飲み込まれないように注意しろというものがあります。これは C の描いた世界が絵の持ち主を自発的に飲み込むからというわけではなく、C の描いた世界が現実よりもはるかに理想の世界であるため、当の本人が絵画に自ら飲み込まれに行ってしまうためです。C が他人に絵を描かないのは、そういった人たちを何人も見てきたからという理由もあるでしょう。一方の C は、その絵画の世界よりも、現実の世界の方がはるかに魅力的と考えており、現実に入り浸ってしまうと、逆に自分が現実の世界に飲み込まれてしまうと考えているようです。なので、C が引きこもっているのは、外に出たくないからというよりかは、現実に影響されてしまい、C という存在があやふやになってしまうことを危惧しているのかもしれません。考察の中には、ニエンのモチーフには武器鍛造があるというものもあり、実際ニエンには、現実に馴染めない奴は、そのうちその現実に淘汰されるというセリフがあります。つまり、ニエンたちはこのままでは淘汰されていってしまう存在であり、現実に適応するという形で抗っているのがニエン。現実を受け入れずに、自分の世界にこもってその世界で静かに死を待っているのが C なのかもしれません。なお、そんな C ですが、完全に他者との関係を断っているというわけではなく、オペレーターたちの中には一部 C との関係がある人物もいるとのこと。C は現実のものに一切の手を出していないということはなく、映画などには興味があるとのことなので、C との関係を築きたいのであれば、そういったものを持っていくといいようです。ただ、ニエンが好む B 級映画は、燃やしてくれとドクターに頼むほどには嫌いなので、どの映画を持っていくのかの選択は非常に重要です。ニエンが好むものは、基本的には C は全部嫌いと覚えておくといいかもしれません。C のモチーフとなっている生物は、C が操る術などから、伝説の生物、シンでしょう。シンは巨大なハマグリの姿とも竜の一種ともされている生物で、霊獣の一種であるとも言われています。どちらとも気を吐いて老大を作り出すということは共通しており、
密度の異なる大気の中で光が屈折し、地上物などが浮かんで見える現象、蜃気楼の語源となっています。神が生み出す楼台は見る者にとって最上のものである一方で、当然幻のため人々は手に入れることが愚か、触れることすらもできません。これは C の絵画がどれだけ素晴らしいものだろうが、よほどの人でない限りは手に入れることができないと共通しています。そして、竜の一種であるとされる神の姿は赤い髭と盾髪を持ち、腰より下はすべて逆鱗であるとされています。C の胸元にある目立つ赤いネクタイらしきものは、よく見ると糸状のものの束にも見えるので、おそらくは神の盾髪や髭をモチーフにしたものでしょう。また、竜の姿の神は前世の生物であり、地上の人たちには雨を降らせることで農作の助けをしたり、魚を漁師の網におびき寄せたりと、助け舟を出してくれたりもするため、人々からは畏敬の念で接せられています。一方で高慢でもあり、自尊心が強く、人に姿を見られることは好みません。数十年単位で外界に降りてこないということもあるため、このあたりも自分の世界から出てこない C と共通していると言えます。ですが、社交が全く嫌いというわけではなく、戦術したように人々には助け舟を出したりもするので、言ってしまえばツンデレな生物と言えるかもしれません。ちなみに神が老大の幻を吐く理由の一つには、幻の老大で獲物となるツバメをおびき寄せるためであるともされています。なお、ハマグリと竜という全く異なる見た目の二つが神の姿の説としてあるのは、竜の神と大ハマグリの呼び名である神が同名だったために混同されてしまったからだとか。へえ、よく私にここまでついてこれたわね。一枚書いてあげましょうか。飲み込まれないように注意しなさいね。あちら側の世界はこちら側よりよっぽど魅力的だもの。昔から今に至るまで、虚像にとらわれずにそこから離れて全てを忘れ去ることができた人間って何人いたかしら。C はモスティマやスカイフレアと同じく攻撃した地点からの一定の範囲内にいる全ての敵を攻撃する範囲術師オペレーターで、小自在と呼ばれるユニットを召喚することもできる召喚補助のような特性も持ち合わせています。ブロック数や配置コストといった基本ステータスは同じ星6範囲術師であるモスティマやイフリータと同じ数値となっており、特筆すべき点はなく平均的な性能になっていると言えます。そのため、現状ではバルカンに次いで配置コストが重いオペレーターとなっているので、C を運用する際は先方などでコスト回収をすることが推奨されます。HP や攻撃力などのステータスは同じ星6範囲術師であるイフリータと非常に似た数値となっており、攻撃力と防御力はイフリータの方がわずかながら高く、HP は C の方がわずかながら高くなっています。モスティマと比べると HP と防御力はモスティマの方が高くなっていますが、攻撃力は C が100以上高くなっているので、C の性能はモスティマのようなコントロール型ではなく、敵の殲滅に性能が寄っている火力型の範囲術師と言えるでしょう。総じて範囲術師としてはかなり優秀なステータスになっています。素質、画境は C または小自在が敵を倒すたびに C の攻撃力が 2% ずつ上昇する効果で、最大で 36% の攻撃力上昇が見込めます。なので C 単体では攻撃力は最大で1324まで上昇することとなります。最大まで強化をするには敵を18体倒さなければいけないため、通常ステージはかなり厳しいというより、ほとんどの通常ステージでは不可能に近くはなっていますが、殲滅作戦であれば特に操作をしなくても18体は余裕で倒せるので、殲滅作戦で進化を発揮する性能と言えます。そして、この素質に合わせて、エイヤフィアトラの素質による攻撃力上昇も合わせれば、C の攻撃力は1500を超えるため、通常攻撃ですら凄まじい火力となります。ただ、攻撃力の上昇は撤退することでリセットされてしまうので、その点には注意が必要です。素質、転生は、配置後、最初の攻撃時、攻撃をした対象が地上配置可能マスにいるのであれば、そのマスに、小自在という召喚物を召喚する効果を持ちます。小自在のステータスは上記の通りとなっており、C のレベルによって小自在のステータスが変化することはありません。ステータスは星4先行オペレーターであるクーリエの攻撃力を一回り、防御力を二回りほど下げたような性能となっており、
召喚物の中では比較的ステータスは控えめとなっています。しかし、ブロック数が2となっており、召喚補助が召喚するユニットよりも多くの敵をブロックすることができるということや、消磁剤は配置数を消費しないため、数値上は無限に配置できるということ。実攻撃のため比較的敵にダメージを与えやすく、また、実攻撃には異様に強いという点が消磁剤の長所となっています。特に、実耐性50というのは現状では、サーマル EX と同じ数値であり、現状トップの術耐性となっています。実攻撃は比較的遠距離系の攻撃が多い上に、消磁剤は召喚形式の特性上、特にスキル3では最後に配置されることが多いので、敵のブロックだけでなく、術攻撃の良いおとりとなってくれます。C の潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス34、突出1効果強化、コストマイナス1。となっており、目玉となる効果は、潜在4段階目の攻撃力プラス34となります。潜在5段階目の素質1効果強化も C の攻撃力を最大限まで上げることができる環境では魅力的ではありますが、いかんせん、その環境が殲滅作戦や一部ステージしか存在しておらず、活用できる場面が少ないので、凸をする予定なのであれば、基本的には潜在は4段階目を目指す方向でいいでしょう。スキル1、高出入感は SP が溜まった状態での次の攻撃時、ダメージ範囲を拡大し、さらに攻撃力の一定の割合のダメージを与えるというスキル。スキルの形としては、エイヤフィアトラのイグニッションに近いチャージ式の自動発動スキルとなっています。SP がかなり低めとなっており、C の攻撃速度が遅いからというのもありますが、最速であればほぼ3回に1回スキルを発動できるほか、範囲術師の通常攻撃時のダメージ半径は 1.1 マスとなっている一方で、このスキルは 1.7 マスとなっているので、かなり広い範囲の敵をまとめて攻撃することができます。そのため、安定して複数の敵に攻撃することができるのが、このスキルの長所と言えるでしょう。なお、何気に特殊なタイプであるイフリーターを除けば、範囲術師のチャージ式の自動発動スキルは、このスキルが初となっています。スキル1の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、単純なスキルの火力という点で言えば C のスキル1はエイヤフィアトラのスキル2やイフリータのスキル2を上回っています。ただ、イフリータは攻撃範囲内にいる敵すべての術耐性を下げる効果が、エイヤフィアトラはスキル攻撃が当たった相手の術耐性を下げる効果を持ち合わせているので、敵の術耐性が高ければ高いほど、エイヤフィアトラやイフリータの方が火力を出せるようになります。そのため、汎用性はかなり高いスキルではあるものの、あらゆる敵、あらゆるステージで運用できるスキルというわけではありません。ただし、このスキルは自動発動なので、特に何も考えずに運用できますし、スキルが頻繁に発動し、なおかつ攻撃範囲も威力も高いということから、敵を倒すたびに攻撃力が上昇していく C の素質1とは非常に相性が良くなっています。スキルのチャージ形式は自動回復のため、自動式でスキル発動のタイミングがずれるということもなく、後半になればなるほど火力も上昇していき、より安定性が増していくので、特に殲滅作戦を完全オートでクリアしたいという場合には非常におすすめのスキルです。通常のステージにおいても高難易度などでは厳しいところがありますが、信頼度稼ぎといった火力の効力でクリアすることが基本となる場面においては、高い安定性と火力を発揮してくれるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化による威力の上昇が非常に高いので、特化1または特化3まで上げることをお勧めします。スキル2、積み滴り落ちては、スキル発動中、攻撃範囲が前方方向に1マス拡大。自身の攻撃力と攻撃速度が上昇。攻撃が攻撃範囲内全域を攻撃する全範囲攻撃となり、攻撃対象の敵の HP が半分未満であれば、与える実ダメージがさらに上昇するというスキル。スキルの動作としてはほぼそのまま、ギターノのスキル2と同じものになっていますが、ギターノのスキルは単純に攻撃力を上げる一方で、こちらのスキルは攻撃力と攻撃速度を上げて火力を上昇させています。また、ギターノのスキルはスキル終了後スタンがあるのに対して、こちらはそういったデメリットが一切ないのが大きな長所と言えます。そして HP が半分未満の敵に対しては、さらに与えるダメージが上昇するので、
シャマレやプラマニクスといった敵に脆弱を付与できる補助と相性が良く、特にスキル発動中は敵の術耐性を低下させることができるプラマニクスとは非常に相性が良くなっています。C がラストヒットを取りやすくもなっているため、素質による攻撃力上昇にも貢献しやすいスキルと言えるでしょう。スキル2の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、一発あたりの火力はそれほどではありませんが、攻撃速度の上昇によってスキル DPS は上昇しており、スキル発動時間は短いもののかなりの総ダメージとなっています。また、ここからさらに素質による攻撃力上昇が加わるので、表記されている数値からさらに火力と総ダメージは上昇することとなります。攻撃力強化が最大まで重複しているのであれば、スキル発動時間が18秒ながらも、スキル発動時間が30秒あるギターノのスキル2の総ダメージすらも上回ることとなるので、全範囲攻撃スキルとしては間違いなくトップクラスの性能です。スキル1が完全自動においての汎用性が高いスキルとなっている一方で、スキル2は手動発動においての汎用性が高いスキルとなっており、発動に必要な SP はやや高くはありますが、ギターのほどではないため、ウェーブごとにスキルを使用しやすくなっています。このスキルの欠点を挙げるのであれば、スキルの発動時間が短いため、タイミングを誤ると空打ちになりやすいという点と、C 自体に敵を制御するコントロール性能がないため、スキル発動中はいくら攻撃速度が速くなっているとはいえど、近接系や狙撃オペレーターよりかは遅いことに変わりはないので、C の前方で敵をブロックしたり、減速補助で敵を長くとどまらせるような環境づくりは必要となります。その点で言えば、術師の SP をブーストしてくれて、なおかつスタンスキル持ちである、モスティマは相性が良いオペレーターと言えます。必要となるコストは凄まじいことになってしまいますが、以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、スキル2を運用するのであれば最低でも特化1、特化による上昇率がかなり高い特化2、最大火力を求めるのであれば特化3となっており、いずれかのスキルレベルまでは上げることをお勧めします。スキル3、シャイ形に勝るは通常攻撃の間隔が延長、ダメージ範囲が拡大し攻撃力を強化、ブロックされていない敵を優先して攻撃するようになり、攻撃をした対象のいるマスがユニットが配置できる地上マスなのであれば、生児剤を召喚、すでに生児剤がそのマスにいるのであれば更新、つまり実質再配置をするというスキル。C の大技となっているスキルで、形としてはほぼ4秒ごとに1体の生児剤を召喚していくというスキルとなっています。生児剤の性能は素質によって呼び出されるものと全く同じとなっており、配置数の制限はなく、また配置枠を取られるということもありません。つまり、時間さえ許すのであれば、スキル発動中は生児剤は無限に数を増やしていきます。生児剤は戦術したように、デコイとしての性能だけでなく、火力役としても比較的優秀な性能となっているため、敵の殲滅も可能で、たとえ倒されてしまったとしても、スキル発動中は次から次へと生児剤が召喚されるので、複数のラインが同時に破られない限りは、このスキルが発動している間は、まず敵は前に進むことができません。移動速度が遅い敵ならばなおさらで、ずっと同じマスに留まり続けるということすら発生します。スキル3の火力は上記の通りとなっており、スキル総ダメージは発動時間が60秒と非常に長いため、かなり高い数値にはなっていますが、単発ごとの威力は必要 SP が最低100ということを考えると、お世辞にも高いものではありません。しかし、この C 単体の火力から、さらに複数体の生児剤の火力が追加されることとなるので、敵の数が多ければ多いほど、スキルによる合計ダメージは上昇していきます。攻撃間隔上は最大で6体まで同時に生児剤を召喚することが可能となるので、結果的に見れば火力とブロック性能を両立したスキルとなっています。そもそもこのスキルは敵をブロックすることに秀でたスキルと言えるので、陣形の立て直しや敵の攻撃の陽動などの方に向いています。そのため火力に関しては他のオペレーターに任せてしまった方が無難でしょう。なお、生児剤の配置時間はあくまでも25秒となっているため、スキル発動中であっても配置後25秒を過ぎれば問答無用に消滅してしまいます。ただ、更新を行えば再びそこから25秒間は生児剤は存在し続けるため、敵が存在し続ける限りは生児剤が切れることはまずありません。また、
消磁剤はスキル終了後も25秒間は存在し続けるので、実際にスキルの効果が影響し続ける時間は1分以上となっています。このようにブロック性能としては非常に優秀な性能となっている一方で、スキル発動に必要な SP が最低100、さらに発動時間は60秒と、スキルサイクルが非常に長いものとなっています。そのため、全くと言っていいほど小回りが利かず、ほとんどのステージでは1ステージに1回程度しかスキルを発動することができません。それだとあまりにも使いづらいので、このスキルを使用する際には、フィリオプシスやモスティマといった SP ブースト系のオペレーターと同時に編成することを強くお勧めします。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化による火力の上昇率などはそれほど高いものにはなっていないので、7で据え置くことをお勧めします。C の基地スキルはどちらも制御中枢に関するものとなっており、制御中枢配置時、制御中枢内のオペレーターの体力消費を1時間ごとにマイナス 0.05 し、自身は体力消費を1時間ごとにプラス 0.5 します。そして C の体力が12以上であれば視覚情報をプラス10、12以下であれば人間演歌をプラス15します。端的に言うと体力が12以上であればロスモンティスの製造効率をプラス 10% し、12以下であれば浮遊の受注効率をプラス 15% するというわけです。つまり浮遊は受注効率が最大で 35% に、ロスモンティスの製造効率が最大で 55% となります。ただ、上昇率の割には体力消費増加や残り体力によって効果が変化してしまうため、割に合っていない感じは否めません。基地を頻繁に操作する方であれば採用する価値もあるでしょうが、あまり基地を操作しないという方であれば C を基地スキル目的で昇進させる必要はないでしょう。それでは実際に C を使用していきます。今回使用するステージは CE5。C のステータスは昇進2のレベル90、スキル3の特化3となります。配置後、初めての攻撃時はこのように消磁剤が召喚されます。消磁剤のステータスは映像の通り。決まった。だ。己が存在を自らに問え。いい加減にしなさいよ。あなたたちに対してだって多少の情はあるのよ。ほとんどの時はね。全力でかかってこい。私を楽しませてみろ。スキル発動後はこのように攻撃目標に墨で丸が表示され、その場所に消磁剤が召喚されます。消磁剤はスキル発動中に敵が攻撃範囲に入ってくる限りは常に召喚され続け、攻撃目標の場所にすでに消磁剤がいるのであれば、消磁剤は更新され、HP や配置時間などはリセットされます。このようにスキル終了後も消磁剤は配置時間が切れるまで存在し続けます。何か考えだ。己が存在を自らに問え。私から逃げられると思っているの？
巻き込むのは矛先を落とせば超絶落ち、筆を起こせば上昇起こる。何か考えがあるのか。この刃がまだ血を吸い足りないって言ってるわ。C は範囲術師に召喚補助を追加したというような範囲術師の新たな形を生み出したオペレーターで、範囲術師の弱点となっていたダメージ範囲の狭さを小自在やスキルによって克服しています。限定オペレーターとしてはもはやおなじみですが、ぶっ壊れではないものの光る場所では光るというような性能と言えるでしょう。ただ、特にスキル1とスキル2は汎用性が高いことに変わりはなく、比較的常用しやすい性能となっています。なお、C も2円と同じく1年程度は復刻しないと思われるので、入手のし忘れがないようにご注意を。以上で C の紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。この船に閉じ込められてしまったわ。誰かに聞かれたらこう言ってちょうだい。この部屋にも入らせないで。公共の場を占領しているって？オペレーターの義務を拒否しているって？どうも、ごきげんよう。この部屋に閉じ込められている巨匠の C です。